先日アップした僕のデスクツアー動画見てくださった方、本当にありがとうございます。あの中でひときわ存在感を放っていた左右分割のキーボード覚えてますか？ 2 年待ってようやく届いた沼の中の沼みたいなガジェット、ナヤクリエイトです。ありがたいことに公開後たくさんの声をいただきました。しかしこんな声もありました。不具合が多くて10万円もするキーボードなんてゴミ。確かにこのキーボードには完璧とは言えない部分があります。独特なモジュールで操作に慣れるのに時間がかかる、柔軟性がないソフトウェア。でもそれでも僕はこのキーボードをゴミとは思いませんでした。むしろ触れれば触れるほどこれは時間をかけて向き合うべきものなんだと思ったんです。試行錯誤して自分の手と感覚になじませていくことで初めてこのキーボードには完成に近づいていく。僕が待ち望んでいたのは完璧なプロダクトではなく育てがいのある相棒だったのかもしれません。だから届いた日の夜開封して手を添えてタイピングしたその瞬間に心の中でこう思いました。ようやく本当に欲しかったものが手に入ったなーって。今日はそのナヤクリエイトについてじっくりレビューしていきます。キックスターターで支援した時、本当は2024年3月に届く予定でしたが、どんどん遅延して2025年7月に到着しました。納屋からは状況報告のメールが来ていたのですが、月日が経ってようやく発送するメールが届いた時にはかなり喜んだことを覚えています。発送は今年の7月末頃になる予定だったんですが、それまでワクワクの高揚感を持ちながら待っていました。それが7月1日に急に届いたんです。こんなに早く届くなんて思わなかったので、一瞬海外から変なもの届いたとなりました。ドキドキしながら中身を開けるとナヤクリエイトの文字があった時は思わずって声が出ましたよね。2年待ったご褒美がやっと来たってなりました。中には大きいケースに入っていて、そのケースを開けるとナヤクリエイト本体が入っていました。もうこれだけでこの日の白米は3倍はいきましたね。見て触れた瞬間に伝わってくるあのかっこよさは脳裏に焼き付いています。パッと見でわかるガジェット好きがうなるビルドクオリティだと感じました。箱から出した瞬間、これが究極のキーボードと期待で胸がすごく高鳴っていました。しかしファーストインプレッションは僕の想像を絶するほどいいものではありませんでした。詳細はブログでも書いているのでぜひ見てほしいのですが、少しお話しすると Bluetooth が途切れる、無線でもバッテリーの減りが異常に速い、全てのモジュールが起動しないなど使えない部分がたくさんありました。幸い納屋で働く人で日本人の方がいて、その方に通話をしてもらって不具合を解消してもらいました。そのおかげで Bluetooth 接続が安定し、モジュールも無事に起動するようになりました。なのでやっと皆さんにこのレビューをお届けすることに本当に感謝しています。ではナヤクリエイトの素材角度調整機能打鍵感について話していきます。まず見てください。この質感本当に素晴らしい。アップル製品が出したと言っても過言ではないほどのクオリティに本当に感動しています。トップケースにはアルミニウム、ボトムにはバイオポリマー製の軽量素材が使われていて、見た目がとにかくいいです。ギラギラ感もなく、まるでアップル製品のような美しいライン仕上げになっていて、手作業で仕上げられた職人のような仕上げに思わずうっとりします。モジュール部分には磁石でくっつくようになっています。サイドには電源スイッチが左右それぞれついており、電源を入れる際はカチッという食感がしっかりとあります。キーキャップもエルゴミクス形状になっており、コマンドキーは指にフィットする形状になっていて、手を当てた時のフィット感がすごくいいです。これによりホームポジションからスッと手を伸ばした際にどこにキーを当てているか見なくても形状の食感でわかるようになっています。テンティングの角度は左右それぞれ独立していて、最大60度まで調整可能です。完全に平置きもできますし、自分の姿勢や好みに合わせてミリ単位で変更が可能で、これは無段階で調整することができます。そして打鍵感、標準ではカイルチョック V2 のロープロファイルスイッチが採用されていて、僕が選んだのは赤軸。ストロークは浅いのにスッと指が吸い込まれていくような感覚があって、長時間タイピングしていても疲れにくいです。赤軸なので同スイッチの中では静音ですが、
カチャカチャ音はどうしても鳴ってしまいますので、外出時の静かな場所では使用を控えた方がいいと思います。実際の打鍵音を録音してみたので聞いてみてください。さて次はモジュールについて話していきましょう。まずこのトラックというモジュールですが、見た目からして未来感があります。 45mm の大型トラックボールがついていて、4つのボタンが搭載されています。1段目のボタンを押すとトラックボールがスクロール機能に切り替わります。もう一度押すと元のカーソル移動に変わります。2段目は左クリックの役割になっていて、3段目は今のところ不明です。公式ホームページにも記載はありませんでした。おそらくマクロなどの設定を埋め込めることになるのだと思います。最後の4段目はクリックの操作になります。このモジュールは左右どちらにも設置することができますが、右に装着した場合のボタン操作は今の状態ですが、左に装着した時だけ2段目と4段目のボタンが入れ替わっています。ここは注意してください。操作感はホームポジションから手を離してトラックボースを回すことになります。まるで横にマウスを置いている感覚に近いですね。ボールはやや重めでしっかりとした回転ができます。ただしベアリングは入っていないので、ボールを転がした時の滑らかさについては叶いません。また最初は MXL5 やキーボールの軽さに慣れているとちょっと重たく感じます。ただ数週間使えば自然と手に馴染んでくるので、慣れの問題かなと思います。ボールを回転させることでスクロールも可能ですが、カーソルを動かしている最中に誤ってスクロール機能になってしまうことがあります。このあたりは今後のソフトウェアアップデートでスクロール機能がなくなるという割り当てもできるかもしれません。テンティングを最大にして使うと操作がやや難しくなります。僕は初めは軽く角度をつけた状態で試して、慣れてきたら最大角度の60度にしています。この方法が一番慣れるのに手っ取り早いと感じているので、ぜひ参考にしてみてください。続いてタッチというモジュールになります。このモジュールは見た目も操作感もとてもシンプルです。表面のパッド部分はクリックとスクロールといった標準的なマウス操作に対応しています。表面はマットな質感で、素材はきめ細かなマットガラスポリカーボネードでできていて、指先が滑りすぎないのが好印象です。ホームポジションから手をスッと横に手を伸ばすだけで自然にタッチに触れることができます。これはマウス仕様よりはるかに簡単に手を伸ばすことができています。左右どちらにも取り付けても同じように使えるので、利き手に関係なく扱えるのも嬉しいポイントです。ただしタッチモジュールはかなり薄型に作られているため、テンティングを大きくした状態だと操作がややしづらくなります。個人的にはこれならもう少し厚みがあってもよかったんじゃないかなと思っています。また今後はトラックパッドのような機能がつくことを期待しています。続いてチューンというモジュールです。表面はアルミニウム製のダイヤルが搭載されていて、指先で回した時のぬるっとした感触がとても心地いいです。カチカチカチという確かなフィードバックがあり、何度でも無駄に回したくなりますね。ただ現在できる操作は音量調整のみとなっています。回すだけでなくタッチ操作やスクロール、レイヤーの切り替えなど今後の機能拡張が公式サイトでも予告されているので、かなり楽しみなモジュールでもあります。ホームポジションから少し手を伸ばすだけで操作できる位置に手を置けるので、操作の動線としてもとても自然です。ただテンティングをしない状態だと上部のキーやエンターキーとして割り当てているキーを押そうとした際にチューンに触れてしまい、意図せず動作してしまうこともあるので、これにも慣れが必要だと感じます。ちなみに僕はフラット状態では数時間もあれば慣れたので、そんなに難しくはないかなと考えています。しかし慣れの作業も面倒だと思う方には、鼻からテンティングした状態ですると誤作動も減って使いやすくなります。
このモジュールは音量調整だけですが、なんだか癖になる操作感になっています。これは本当に触って気持ちいいモジュールです。今後の機能を早く追加してほしい気持ちでいっぱいです。最後に紹介するのがフロートというモジュールです。これはまだ開発中で僕の手元には届いていません。ただ公式サイトに掲載されている情報を見る限り、これは本当に期待しています。特に 3D モデリングや CAD のような空間上で動かす作業に特化した構成になっていて、手首の動きや奥行き方向の操作までこれ一つでカバーできる設計になる予定だそうです。物理ボタンではなく表面全体がセンサーパッドになっていて、指の押し込みや傾き、さらには深さ方向の圧力まで検知できるとのこと。まさに空間をつかむような操作ができることを目指しているようです。モジュール自体はかなり大きくなりそうですが、左右どちらにも取り付け可能。しかも複数台を接続して使えるのだそうで、僕にとってナヤクリエイトのポテンシャルをさらに引き上げる存在になると感じています。リリースされたら真っ先に試してみたいですね。最後にソフトウェアについて話しましょう。ナヤクリエイトには専用のソフトウェアが用意されていて、公式ホームページからダウンロードできます。UI はとてもシンプルで直感的。Bluetooth 接続の設定、キーレイヤーの割り当てなど簡単に行います。特にキーキャップの変更は割り当てたいキーをクリックして下の項目から任意のキーを選ぶだけ、アイコンベースで操作できるので見た目はとても直感的にできています。ただこれ何のアイコンと思う場面がちらほらあります。例えばシステム関連のアイコンが何の機能になるのかわからないものが少々あります。マウスオーバーでツールチップが出てくれたらもっと便利になるのではと思いますが、現状はディスコードで質問するくらいしか解決方法がありません。あと現時点ではマクロやショートカットキーの割り当てには対応していません。複数キーの同時押しやアプリごとのプロファイル切り替えなども非対応です。さらにレイヤーは4つまでという制限があります。キーボールなどの自作キーボードから乗り換えようと思っている人はまだ手の届かない不便利性に戸惑うと思います。とはいえ現時点での完成度としては必要最低限のことはしっかりできるといった印象です。今後のアップデートで機能が追加されていけばもっと化けるキーボードが完成すると公式サイトを見ていて確信しています。2年待ったナヤクリエイト、僕がこれまで使ってきたキーボードの中で最上位と思えるほどの見た目のおかげで、毎日この作業部屋で仕事してキーボードをタイピングできるのが本当に楽しいです。アルミ削り出しのトップケースやキーキャップのエルゴミクス設計、磁石で着脱できるモジュールの拡張性、そして自分の体にぴったりとフィットする自由度の高い調整機能、細かい癖やソフトウェアの発展途上な部分はありますが、それすらも育てていく楽しさの一つだと僕は感じています。しかも今注文すれば11月には届く予定になっているのだそうです。僕のように2年待つ必要はもうありません。価格的には僕がこれまで購入してきた中で一番高価なキーボードです。でもそれに見合うだけの体験とこれからの進化があると信じています。ナヤクリエイトは間違いなく今後のキーボードの基準になる、そう思わせてくれる製品でした。気になっている方は概要欄の公式ホームページをチェックしてみてください。ではこの辺で See you!